若泉さんが個人的になんかレコードやってよく行くんですか？でも家でいいですかね。洋蔵さんに会いにこうフラッと行ったりとかっていう感じかな。高円寺の、はいはいはい、洋蔵さんに会いに行くっていうことで別にレコード探しに行くわけではなく、まあそう洋蔵さんに会ってこうなんかありますねみたいな話で、はいはい。でも店やっててもコレクターっていうかレコード好きは変わりないじゃないですか。個人的になんかこう探しに行くとか、それとももうお店にどんどん買い取りで入ってくるから、その辺のなんか欲求は満たされるみたいな。まあもうそうですね、割と買い取りも多く持ってきていただいてるんで。なんか探してる版ってあるんですか？でも、なんかこれ俺個人的に欲しいとかそういうのって。あるっちゃありますね。ある。そういうのって積極的に買いに行くとか、なんかこう探していくっていうのと、まあ成り行きでなんか自分のところでいつか入ってくれいいなっていうのと、そっちの方が多いですね。そういうパターンでね。で見つかった時にさ、おやったみたいななんかあるじゃないですか。それやっぱ楽しいですね。宇都宮のレコード店なんて行ったことないですよね。ないですね。なんかね、ちょっと僕も新しく行く店なんで、ちょっと興味あるんですけどね。今回若泉さんがゲストで入ってきて、なんかプロ目線っていうのもちょっと聞きたいんですよ、逆に今度。若泉さんがプロに対して知りたいことがあるかもしれないけど、その答えに対してプロの若泉さんがどう思うかっていうのも興味あるんですよね。でもなんかレコード屋さんやってる同士、その店主さんとお話しすると、まあなんかいろいろ面白いですよね、やっぱりね。このパタパタもさ、なんか車スタートってあまりにも多いよね。いや、いいんじゃないですか。いや、まあ何でもいいんだよな。もうレコード屋行ってハードロックさえ手に入れば何でもいい。次の信号は左方向です。あれです。探偵って書いてあると。目的地周辺です。来た。音声案内を終了します。ビート。レコード専門店ビートブーム。いいですね。来ましたね。どうもよろしくお願いします。あ、いやいや、羽賀と申します。羽賀さんよろしくお願いします。いつも拝見させていただいてます。ご活躍。どうもどうも。ご盛況でありがとうございます。本当に。いや、大歓迎ですよ。そうですか。ありがとうございます。宇都宮編。いや、じゃあ見ていただいてて。見てます。もう、ね、ちょっと遅くなってすいません。いえ、とんでもないです。羽賀レコード社って書いてありましたけど。そう、ビートブームっていう、まあ、なんですか、野望なんですけど、なんか古物商取るときに、羽賀レコード社っていうので、取っちゃったんで、一応じゃあ、そういうことで。そうなんですよ。うわー、いいな。そうですか、こんな狭いところで申し訳ないんだけど。いやいや、とんでもないです。今日ゲストに、阿佐ヶ谷のオントエンリズムストアというレコード店の店主の若泉敦さんなんですけど、今日は別に他店を警察にしてきたんじゃなくて、個人的にね、新しい店大好きでっていう話をちょっとしてて、今度ね宇都宮行くんですよって言ったら、じゃあ僕も連れてってくださいよっていう話になって、来ていただいた。どうですか。入っちゃいました。わかりました。同業の話もしていただいて。そうですよね。じゃあ僕がやりますか。いや、田中さんに見せたいやつとか。僕に見せたやつ。見せたやついいですか。見せたやつ。はい。面出しのやつね。はい。100万で売りたいレコードなんですよ。100万円で？はい。もう100万円なんですよこれ。マジで100万円ついてる。これ結構大きく出ましたね。まあこれ BJ イントロデューシングってビートルズ。はい。これプリズプリズミの形でキャピトルに蹴られたんで、しかもBJ レコードから出たものなんですけど、まあこれもうレートプレスなんでブラックレベルなんですよ。これ BJ って1年も持ってない
買ったんですよね、権利ね。うんで、乱発したんですけど、んもう最後の頃のブラックレーベルってやつなんですけど、これ、よくマトリックス取っていただいていいですか？これ F の7ってやつなんですよ。これ、ロスの F レースっていうので切ったやつなんですよ。で、なんでこれ F の7ってこれキャピタルの番号なんですよ。でも BJ ですよね。あ、じゃあキャピトルで切ってラベルだけ違うってこと？これが違うんですよ。これ裏側見せてください。見せてくださいって、これはカリフォルニアのモナークプレス。これ BJ の品番なんですよ。映ります？はい。ということは、これハイブリッドなんですよ。ハイブリッド。こっちがミート・ザ・ビートルズで、こっちが BJ イントロディシング。すごくないですか？どういうことなんですかね？これエラー版です。エラー版ですか？はい。これ、まあ、ビートルズのいろんな、コレクターいますけど、アメリカだとブルース・パイザーとかペリー・コックスなんて人いるんですけど、もうこれそういう本に出てこないですからね。これはまあ私の推測だと、この多分委託で同じラインでスタンパーどっかしかやってたんだけど一緒に作っちゃったんですね。こっちにラインとこっちのラインなんかあったんだと思うんですよ。それで本当はこれは回収になったはずなんだけど、持ち帰っちゃったタイプだと思いますよ。私はこの逆のタイプも探してるんですけど、それは未だに見つからないね。で、ないと思うんですけど、でこれと同じものも見たことない。私、そうね、BJ は100万ぐらい買ったかな。BJ とミート・ザ・ビートルズは。100万100万円買いました。で、それで、これがもう本当にしかない。で、BJ 自体もだって珍しいでしょ？そうですね、今となっちゃう。これね、カウンターフィットとかブートレグが多いんでね。はい。何ですか？これは110万円の。110万円で。だけど、10万円も値引きして？ 10万円値引きしてもいいかな。消費税、サービス。僕、このパタパタでいろいろやってますけど、この桁数は初めてですね。そうですか。大台超えちゃってるっていう。これはでも本当にないですよ。私ももうビートルズ好きで40年以上やってるけど、見ていただいているので分かると思うんですけど、サイコロ、はい、で予算を決めるというところなんです。そうしましたらそこにカゴがもう用意されている。あります。さすが。さすがでしょ。どれですか、カゴって？このカゴ？これ使っていただいて。なんかもう加賀さん指定のカゴ。もうぜひ66で。ぜひ66でしたいと思います。お願いしたいですよね。今かかってるのこれ？あるそうです。あるそうですよね。アンペックス版。これオリジですから。いやー、いいですよね。こっからですよ。ここからですね。今23だったからね。別にごまかしてるわけじゃないですよ。じゃあこのぐらい回して、じゃあ加賀さんストップって言ってください。ストップ。640。やった。素晴らしい。ストップのタイムが良かったです。最高です。64の10です。10ですか。若泉さんもお願いします。嬉しいな。いいんですか？やっていいんですか？やっていいんですよ。若泉さんも予算で。ちゃんと出ますから。本当ですか？出るんですか？本当ですかって言うと本当。あれ出ないと思ってた？出ないと思ってましたよ。フラッと来たつもりで。いや、僕はちゃんと予算が出るかどうか確認して出るのは知ってたんです。だけどあえて言わなかったんです。それ言って驚いてほしかったから。いや、驚いてます。そう。素のリアクションですよ。本当に？なんか当然みたいな顔されると困るなと思ったけど。嫌な人ですよね。じゃあもうちょっと一回入れてください。いいですか？で、今みたいに振ってストップをかけてもらってください。はい。62ですね。62。はい、じゃあここから振ってください。動かしてください。はい。ストップ。うわ、11。11。素晴らしい。11やりました。11ですよ。素晴らしい。なんか俺負けた感があるんだよね。10出したんだけど、これちょっと今微妙な感じなんだよね。10はすごく嬉しいんだけど、なんか負けたな。負けた感じ。ブッチャカバーご存知だと思うんですよ。ブッチャカバーご存知ですよね。で、ブッチャカバーだと、よく剥がしたやつがね、流通してると思うんですけど、これはね、ちょっとね、これも面白いんですよ。これミート・ザ・ビートルズの結構初期版で、これはね、
ビートルズに乗っ取られちゃった不運のホークグループのなんだろう、末裔というこれ見てくださいよ。貼られちゃった。ジャケットが足らなくて。なんだそりゃ。面白いでしょ。あ、面こ白い。れ私作ったんじゃないですよ。いや、ちゃんとなるほど。鍵盤がビートルズがむちゃくちゃプレスしなくちゃなんなくて、そう足んなくなっちゃった。で、ジャケットが足んなくなっちゃったから、この末路。これちゃんといるんですよ。これいるけども、これを使って表だけ貼っちゃったっていう。そうジャーニーマンっていうフォークトリオなんですけど、でエステのごめんなさい T のごめんなさいステレオだからエステの1770っていう番号なんですよ、この人ら。そう面白いです。1770ってうちの電話番号だったんでよく覚えてた。そうですか。そうでもこれこそこんなの売ったら自分で作ったんだろうとか言われますよね。だからこれちゃんと何かで確認してもらわないと。これいくらですか、ちなみに。これ55000円で。5万5千円。安いところですけどね。安いとか言っちゃうっていうところはさっきの110万円パワーが来てるから、そうですよね。これ見たら5万5千円安いとか言って。あとは浜さん、結構長くなります。いいですか。でもこれで終わり。はい、これはスペインの70年代のスペインのリーシュなんですよ。こんなとこパロホのマーク消されちゃったり。いいね、これもね。これなんか黒人になっちゃってね。でこれが面白いのはなんとこれも選ばPS I Love You が入っていない、入ってるはずの B 面の2曲目で、なんと Do You Want to Know a Secret、あれ2が入ってます。ああ、すごいエラーですね。そうでしょ。ビートルズでしょ。なんで間違ってる。かけなくていいですか。そうこれは5万5千円。5万5千円。ビートルズっていうと各国版とかマトリックスとかいろいろこう言われてますけど、もはやエラーの世界に入ってる。もう集めるのがだんだんね。で一通り集まるともうエラーの世界に入っていってるんですか。私はどっちかというとそっちの方が楽しかったですよね。ああ、なるほど。そうですよね。ほらゴールドがね、ブッチャーだ必要だとかいろいろあるけど、やっぱりね、なんかいやだってもっとレアじゃないですか。みんながやってない方がね。いやもう真のコレクターですね。いや、そんなことないですよ。コレクターではないけど、なんでしょう。なんか変な方向に斜め本当45度目線でみたいなところに行っちゃいます。でもこのお店はビートルズ専門店ではないので、私は実はプログレとかがネオアコとかそういうのが好きなんで、この辺にもこう有名なものがありますね。アフィニティはね、やっぱね、寄付ってこのジャケットがいいっすよね。あとはそうですね、こういうカットブッチャーとか、ロジャーニコとかそういうの好きですね。やっぱりこの辺人気ありますか。高いですけど人気ありますよね。そうですね。あとこのアニメ系。これはアニメ結構ね出すと結構グルーヴ感あるんですよ。グルーヴ感がある。だから DJ のお兄ちゃんがね結構こぞって買っていただけるという。あと結構 B 面遊んでたりするんで。最上段もずっとありますね。そうですか。届きますか。すごいですね。シングルってのは B 面がこの辺が極め物ですよ。これもしかして内容を結構重視してます？やっぱそのグルーヴ感とか音楽性とかいいものあるじゃないですか。やっぱジャズボサとかね、やっぱああいうのテスト入ってるとね、あとなんだろう、アフロキューバンとかね、そういうところ美味しいですよね。
パタパタもうね、ちょっと平成は恐怖症なんで、もうちょっと耐えられない。でかい。兵士がダメなんですね。平成恐怖症なんですよ。大きいですね。いいんですか。ありがたいや、いな。ダメですって言って、やっぱもらえますって僕が。じゃあちょっと見させていただきます。これどうなんだろうね。ちょっと、若泉さんがまず何をから見始めるかっていうのが、ちょっとカメラマンを押さえてほしいですね。僕その田中さんの裏にブルー